こんにちは。今日もユニバースの時間がやってまいりました。今日の担当は、私、千葉大学の野本が担当します。7月に1回目があって、で、9月に2回目があって、で、今日3回目になりますけれども、で、ユニバース、このライブショーに関してなんですけれども、通常は、東京の北の丸の科学技術館の方で、行っているライブショーになります。画像は出てこないですかね。通常はドームシアターの方で全天守の映像でシミュレーション等を使ったライブショーになっているんですけれども、目下コロナウイルスの関係でライブショーできないということで、6月くらいからリモートの方で毎週違う担当がライブショーをやっています。私今日これで3回目ということで、前々回と前回はですね、文工と天文関係話をしたかと思いますけれども、今日は前々回できなかった話なんかをできないかなと思っています。こちらの画面に映せますか？入られますでしょうか。で、あとこちらのこのライブショー、ここで私だけでやってるのではなくて、Zoom 経由でですね、2人のアシスタントが、東京都内とか神奈川県内から、操作をしてくれているという、そういうふうな、ライブショーになっています。で、すいません。こっちの、画面にできますか？はい、ありがとうございます。というわけで、このライブショー、これから、進めていこうと思うんですけど、前回の、7月18日の第10回というやつではですね、今これ実験室、私今実験室にいてですね、これ実験室にいて、実験の準備をして、今日ここでいます。で、前々回やったのは、プリズムで光を当ててですね、分光して光を分けるとか、あとレーザーの光を蛍光ペンに当てて、それのスペクトルを見てみるとかですね、あと北極の光を下敷きに当てて、それが光が吸収される様子を見るとか、ドリンクが光を吸収する様子とか、そんな感じのものを前々回はお見せしました。で、ただ、その時はですね、まだちょっとあれは明るい光じゃないと見せることができない装置、できないものが大半だったので、今回、もっと暗いものが見たいな、お見せしたいなということで、今回当時に準備をしています。で、前回お見せした時の装置をですね、ここで今出しているんですけれども、光をですね、蛍光ペンの光を解説光子というものに当てて、でそれを、そこで出てきた、分けられた光を、白熱電球とか、そこに出ているのは蛍光ペンですけれども、それが、壁に映った様子を、お見せしていました。で、今回なんですけれども、こんな感じで、ちょっと装置を組んでみました。これ今、これ、右側に、こう出ている画面が出ていますけれども、上にいるのはデジタル一眼カメラです。で今時のデジタル一眼カメラはすごく感度が良くて、結構暗いものまで見ることができます。で、それを使って、いろんな光を出すものの光をレンズで集めてあげて、で、そこから出てきた光をですね、一旦スリットというものがあります。今、画面の右の方に、20度が書いているの上に、なんか縦線があるかと思いますけれども、それがスリットです。で、今ここで今明るくなったと思いますけれども、こんな感じで、スリットがあって、そこから出た光が、カメラに入る、そんな感じの、装置をちょっと組んでいます。こんな感じですね。で、実際の実物が、あるので、これを、見せすると、あります。で、これ見てないとわからないという感じになるかもしれないので、ちょっと近く。はい、こんな感じです。ここで、ここで光が出ています。光が出た光を、レンズがここに1個あって、で、この間も出てきた解説方式というのがあって、それで光を分けて、で、カメラに入っているような、そんな感じになっています。で、右側のその、出てきたスイッチの光をですね、ちょっとずらしてあげると、こんな感じで、スペクトルが見えるようになります。で、
そんなわけでですね、今ここで、出ているのは、白熱電球なんですけれども、これだとちょっと周りの光が明るくて何も見えないということに、なってきまして、大変不便なので、箱をかぶせます。箱をかぶせまして、ちょっと裏面に、すると、こうやって、スペックルがちょっと見やすくなる。はい、こんな感じで、白熱電球、こんな感じで、よく高校生とか、高校とかで、簡易の分光器なんかの実験をされることがあるかもしれないんですけども、こんな感じでもうよく見ることがあるかもしれません。で、今時の光って白熱電球、あんま最近ないかもしれないので、白色の LED とかもあります。LED の光、こんな感じですね。おっと、青だな。だいぶ見づらいですね。けど、ちょっとさっきとは違ってですね、青と緑、赤が、ちょっと離れているのがわかるかもしれないんですけれども、これ、白色の LED って青い光が、まず出て、それが、中にある蛍光体っていうのに当たって、緑と赤の光が出てくるので、こんな感じのスペクトルになっています。だから、ちょっと白熱電球と、白色 LED ってちょっと色が違うんですね。だから最近なんかブルーライトとかいろんなことを言ってる場合がありますけれども、ここで青い光がこうちょっと出ているということで、気にされる方がいるのかと思います。で他にも、蛍光灯なんかもあります。蛍光灯。蛍光灯なんかも結構違うスペクトルになります。こんな感じですね。蛍光灯だとちょっと違ってましたね。さっきとは違ってですね、真ん中に、今これだと真ん中に明るい緑色の線が見えているのがわかるでしょうか。これ実は蛍光灯というのは、中に水銀というのが入ってですね、水銀のガスが光っているので、こんな感じでですね、ちょっとまた違ったものになります。さっきまでの光は連続スペクトルと言って、連続的に見えていたんですけれども、蛍光灯の場合はですね、中の水銀が一旦光って、でそれが、この周りの白い部分を光らせて、でこれでこんな感じの可視光の光を出すので、こんな感じで見えます。ちょっと図を作った感じだとですね、これが白熱電球ですね。白熱電球、赤とかオレンジとか、緑、青、いわゆる虹の色が見えています。で、白色の LED の場合には、青色の LED の光があって、でそれが、黄色い蛍光を出す。そんな感じになっています。で蛍光灯なんかの場合には、中に入っている水銀が入っているので、ちゃんと分別して処理しないといけないと、結構いろいろ自治体によって決まっていると思いますけれども、そんな感じでですね、中に水銀というものが入っています。で、他にも蛍光灯ってもう1種類あって、今ここで出したのは白色蛍光灯ってやつなんですけど、三波長型蛍光灯っていうのがあります。三波長型蛍光灯なんかだと、また違ったスペクトルになってですね、こうやって、分光器っていうのを使うと、同じ白色に見えているものでも、結構いろんな色が違っているのが分かるんじゃないかと思います。で、ここで、この明かりは、三波長型の蛍光灯、三波長型になるので、ここに今、これを突っ込むと、こんな感じで、今出てきたのが三波長型の蛍光灯の、ベクトルです。こんな感じでいろいろ違ってます。で、蛍光灯っていうのは、言った通り、水銀が中に入っていて、それのガスで光ってます。で、ここで蛍光灯は蛍光灯でも、この親玉みたいなのがあります。何かと言います。白金灯と言います。最近だとウイルス対策とかいろんなところで使われる場合もありますし、飲食店なんかでは中で時々光っている場合があります。これは、蛍光灯によく似てるんですけれども、蛍光灯と違って透明です。これも光電管になっていて、
中で電源を入れると、こんな感じで光ります。こんな感じで光ります。で、これ、同じようにここに置いてみるとどうなるかというと、こんな感じですね。さっきまで、さっきは、蛍光灯の場合には、すごくいろんな色の光が出ていたんですけれども、殺菌灯の場合にはですね、水銀の出す光しかいませんから、すごく細い線状のスペクトルが、見えることになります。ちょっと図にすると、こんな感じですかね。これですね、これ、光の強いところを、強さをよく縦軸にとってグラフを描いたのがこの上に出ているこれですね。こんな感じで書くと、一般的にスペクトルというふうに呼ばれているものになります。で、こんな感じで、殺菌ランプ、殺菌ランプとか、あと蛍光灯とかというのはこういうふうによく似たものだということが、わかるんじゃないかと思います。だからスペクトルを見るといろいろこんな感じのことがわかります。で、他にも、今日せっかくなんでいろんなものをちょっと用意してみました。で、次に用意しましたのは、これです。これ何かと言いますと、自動車のヘッドライトですね。ヘッドライトに使われる HID ランプってやつですね。電源を入れると、こんな感じですね。結構明るいです。で、これとかもやっぱしこう入れてあげると、スペクトルになりますね。これも白く見えてるんですけど、全然違うスペクトルだってことがわかると思います。で、わかると思います。だからヘッドライトの光、最近だと LED の光もあるかもしれませんが、こうやって白く見えてるものはやっぱり違う、同じように白く見えても違っていることがわかります。で、もう一回、で、HID ランプ、ちょっとちゃんともう一つはついてくるとこんな感じになります。でこんな感じになって、よくよく見るとですね、この中にはさっきと同じ水銀のスペクトルが、水銀の光が含まれています。で、自動車の場合には、さらに水銀だけではなくてですね、要素とかですね、他の元素が入って中で光っているので、他のスペクトルもいろいろ見えていることになります。はい、というわけで、こんな感じでですね、いろんな、光が見えてで、これ、中に水銀だったり、要素だったり、いろんな元素が入っているので、こんな感じで光ります。で、他、よく聞くものとしては、ネオンっていうのを聞いたことが、ネオンランプっていうのを聞いたことがないでしょうか。ネオンランプ。今、ここに、スペクトルを取るとこんな感じです。で実演すると、ネオンランプのこれ、こんな感じのものがあります。これを、ここでこんな感じでオレンジ色に光ります。ネオンの光でこんな感じのネオンランプ。昔はよくネオンサインとかあったかと思いますが、これをここに持っていきますと、こんな感じで、赤い、オレンジ色の光がたくさん見えているかと思いますが、これがネオンランプの、光です。だからオレンジ色の光が含まれているので、オレンジ色に見えるので、基本的にオレンジの光がたくさん見えるということに、なります。でもうちょっと暗くまで、見るとこんな感じで、いろんな光が見えていて、それぞれ、こんな感じでですね、縦線上に見えて、線上にというか、特定の波長だけ見えてます。で、それをこう横軸にするとですね、この強さを横軸にとってやると、こんな感じで、それぞれの強さに対応する、こういうふうに、ピークのようなものが見えてきて、こういうものを使って、分光学の人は波長を決めたりするのに時々使っているような、そんな感じのものになります。で、そんなわけで、いろんな光源の光をここまで実演してきました。で、ここからはですね、光源のランプとかの光ではなくて、
光を出すものの、スペクトルを見てみようかなと思います。で、まあ、こんなものもちょっと用意してみますね。これ、ダイソーで売ってたやつなんですけど、パキッてやると光るやつですね。読み手とかで売ってるやつです。こういうものも、こんな感じで光ります。こういうのもやっぱり中では、いろんな光の足し合わせ、組み合わせになっています。で、これを、はい、こんな感じですね。これがいわゆるケミカルライトとかで読み手で売ってるやつの、光です。こんな感じで、やっぱ幅広い光が見えている。この場合、これ、光る色していくと、パープルって書いてるので、なんで、多分赤と青系の光が両方見えてますね。で、オレンジの光がないのは、多分これ、紫パープルに光らせるためだと思います。こんな感じで、照明じゃないものに、いろんなスペクトルが見える。で、前回やった時は、蛍光ペンなんかを確か見たかと思います。蛍光ペン。これですね。これとか、まあ、入れると当然、明るく見えます。見えます。で、見えますっていうのは、これ、ここで、今度はですね、今、蛍光見えますっていうのがあるんで、ここにレーザーを用意しました。レーザーをここに今用意しまして、レーザーをここに今用意しました。レーザーの光を用意しました。で、レーザーの光を用意して、こんな感じで、右の方に縦線に見えてるのが、ここで今日使っているレーザーの光、488ナノメートルのレーザーの光なんですけれども、この光がこんな感じで出てます。で、ここに今、さっき、蛍光ペンやった時は、蛍光ペンを突っ込みました。ここに蛍光ペンを突っ込むと、こんな感じで光ります。これ蛍光ペン、黄色の蛍光ペンの、スペクトルですね。こんな感じで見えたりします。で、他にもいろんな蛍光物質なんか、蛍光絵の具とか使うとですね、こんな感じでいろんなものが見えること、いろんな感じで、色が見えます。こういう傾向っていうのは、前々回も話したかもしれないんですけれども、この場合にはここの青い光、ここで言うと右端に見えている青い、光を、ここの蛍光物質、吸収、吸ってですね、それでこのオレンジとか、オレンジ色の光とかですね、いろんな色の光を出します。で、今日はですね、これではないものをちょっと光らせてみようかなと思います。で、何を光らせるかというと、これです。透明です。ここでさっきまで出てきた、ものは、前々回とかやったのは、こんな感じでですね、色のついているもの、色がついているものに光を当てると、場合によって蛍光ペンなんかの場合には光を出します。で、透明な、溶液っていうのは、水とかですね、ここに今書いてるのが、エタノール、エチルアルコール、最近の、手とか指で消毒する消毒液の中に7割くらい入ってるやつですが、これなんかをここに置くですね、置くと、何が起きるか。基本、光ったりしないかと思うんですけれども、実は光ります。ここで今、見えてる、わかりますかね。だいぶ暗いかな。あれちょっと明るくしますね。これで明るくなって見えやすくなったかな。
と明るくします。はい、こんな感じです。すごく、今、カメラの感度を上げていきました。カメラの感度を上げていくと、透明なので、本当はさっきみたいな蛍光は出ないはずのものなんですけども、こんな感じで、実は、こういうふうに、エタノールって光ります。いや、光るものはエタノールだけじゃありません。水なんですけど、水もこう入れるとですね、実はこんな感じで光ります。これ、さっきまでは蛍光ペンとかの場合にはですね、結構幅広にオレンジとか、赤とか緑色に光っていたかと思いますけれども、これ特徴は、さっきエタノール、エチルアルコールの場合には、緑と赤があるだけじゃなくてですね、よくよく見ると、こう縦線になっているのがわかるでしょうか。これもうちょっと、細かく、細かく写真を撮ったものは、これですね。エタノールってこんな感じの分子です。えーっと、左側にちょっと分子の形書いているんですけれども、赤い玉が酸素で、灰色の玉が炭素ですね。で、水色の玉が水石と呼ばれる元素で、それが組み合わさって、できたような、そんな感じの、元素です。分子です。で、それが、その分子のスペクトルはこんな感じで、縦線が見えて、で、強度で見るとですね、こんな感じで、ピークがあって、すごく線が細い。さっき通銀のスペクトルとかの場合と同じように、こんな感じで線形になっているのか、線が人の道で、見るからしてるかなっていう、こんな感じになっています。はい。で、右の場合には、こんな感じで、ちょっともうちょっと深く、明るくすると、こんな感じです。で、これどうしてこんな感じで分子に使ってるかというと、これ、分子の心臓の分子が動かしているということで、例えば、こんな感じで、いろんな分子、いろんな動きをですね、こんな動きをしている場合もあるし、こんな感じの動きをしている場合もあるし、場合によっては、こんな感じの動きをする場合もある。こうやってみると、本当に意味よく見えますよね。で、場合によってはこんな感じですね。いろんな分子の動きがあります。で、こういう動きのこう一個一個がですね、ここで出てきた、この、この辺の、この一つ線に対応してます。だからある意味、運を見てみたら、そんな感じです。で、間に少ない期間って書いてあるのが出てきてますが、出てきますね。テキサスに出てきますので、これも、別に、今、これにつながって、こんな感じですね。やっぱし、下の方向に一本を進める。こんな感じのステップがね、見えてると思うんですね。この場合には、右端の明るい光の下に4つ、線が見えて、で、そこから左端からここに緑の色が見える。で、さっき2回目なんですが、やっぱり似たような場所に似たようなことが起こっていますけれども、これは分子とか空洞分子の動きが、全部一つ一つ同じように出てきます。こんな感じで、他にもいくつか見てみますかね。次は、これは、たくさん、お酢ですね。お酢の中に入っている、分子です。やっぱりさっきのエタノールとも、ストレークさんとも見ると、違うのが分かるんじゃないかと思います。ちょっともうちょっと、エタノール。あと、そうか。あとですね、この
ラマンサンダーの特徴があります。どんな特徴かというと、さっきまでの蛍光スペクトル、蛍光ペンとかの光っていうのは、あれは青色のレーザーを当てても、緑色のレーザーを当てても、同じように光ります。でするために、ちょっと緑色のレーザーをもっと用意しました。緑色のレーザーを用意しました。で、蛍光系の蛍光ペンのような、ビスケットで、こういう蛍光の場合、これも結構やっていくと思うんですけど、蛍光の場合ですね、これも水色で光る。青いような光の方が、で、青いような光の方が、右側なので、その青いような光の緑が見えたんですけど、基本的に同じく、緑ですね、こんな感じです。こんな感じになります。で、これが、生とラマンスペックというか、こんな感じで、青いの光があるんですが、緑色の光がこんな感じですね。似た形になっているのが、ちょっと左にずれただけになるんですね。これ、ずれただけと言われても多分わからないので、図にしましょう。これ、青色の光を当てた場合の、ですが、緑の光を当てた場合、こんな感じです。これもさっきのエトノールなんですけど、よく見てください。明るい右端の青い光とか、レーザーの光の左に、3つ見えて、その後、もうちょっと少し離れてから緑色に、なっているのが、緑の光を当てた場合の左側に3つ、縦線が見えて、その先にもうちょっといったところに今度は赤く見えています。なので、さっきまでの蛍光なんかと違って、こう当てた光によって、まあ、実は出てくるものが違うっていうので、結構違ってます。で、これ、なんか役立つのかなって思うと、結構これ分子によって違っているので、結構分子の指紋とかですね、そんな感じでやって、この中にどんな分子が入っているのかなとか、そんな感じで使われます。基本的で使われます。例えば、これ、ここを識別の識別の場合も、青色のレーザーを当てた場合と、緑のレーザーを当てた場合、ちょっと場所が変わってます。はい。で、これはさっき消した、右側は蛍光の場合、左側は可能の場合で、左側にはスペクルが上側が同じような感じで、これ、分子点にした。になりますが、これ、どういう意味かというと、蛍光の場合には、左から青い光がボールをとってで、出すのは、赤い光とかオレンジの光なんです。だから、男の子は、ボールが受け取ったら、男の子の力でしか、投げられないので、出すませんで、ちょっとじゃあ、アップとですね、なんとちょっとあんまり例えてないかもしれませんが、こういうデータのやつがなかなかなんていうかですね、ボールが飛んできて、この男の子を、受け取ってないんですね。跳ね返してるだけなんで、こういったボールの強さでそのまま跳ね飛ばされたりですね、時々この男の子が踊り始めると、意識が見え始めるとですね、ちょっと動作が後で跳ね返されるんですけど、それが楽しい、ます。はい。で、今日使われる、今回のスタッフがなんか書き方になると分かりやすいかなということで、例として考えてみますが、
れは、エタノールみんな、ちょっと最近使ってるやつです。人間はですね、メタノールとして、アルコール、レーアルコールというものによくやってくれる人がいるんですけども、これ飲んじゃダメなやつで、何か死んでしまってですね、そういう宇宙の中に入って死んでしまいましたって言われて、ニュースに流れてたので、こんなものです。もう結構、形が良くてですね、それで結構マネちゃう。同じことが起きてしまいます。で、これも、こんな感じです。今、みたいな、マンサーの気をつけるとですね、なんか自然で違う家、ということで、見分けることができるというか、そういうふうな使い方ができる。で、そんな感じの、はい、あと、ループも特徴ですね。あと、ほとんど例えば、水か砂糖水かわからないとかあったらどうしようかなみたいな時、こうラマがかかると、かかるのが、こんな感じでですね、これは、これ、ブドウ糖の輸液ですが、ブドウ糖なんかを入れた場合も、こんな感じで、この種類のこんな感じで使っているというふうに、なってですね、こんな感じでいろんな、色の光が、いろいろ見えるということが、分子によって、場合によってはこういう光の様々なって結構分子を見分けることができるというところで、今日のところはこれで終了ということになります。ということで、今日はいろんな実験をしていきますけれども、はい、動画を通じて、やってみました。いろんなこうなりますね。それから、分子の式といろんな、ものを、これを分けると分かるっていうのは、もう分かっていただいている。あと、こういう結構、言えば、結構なって思っていただければと思います。そういったところで、本日の答えは皆さん、ありがとうございました。